お疲れ様です。お疲れ様です。大蔵省の官僚であり戦後は首相になった宮沢喜一の回顧録で、戦前の同人が帝大の学生時代に、駅の商船のホームで佇むシーンが出てくるんだけど、これ何線のことを言ってるかわかる？全くわからない。羽袋線ってどこ？商船っていうのは戦前の日本に存在した運輸官庁である、鉄道省が管理する路線を指す。鉄道省の路線だから商船と呼称したと思われる。今の JR が国鉄から分割民営化したっていうのは聞いたことあるけど、国鉄の前は省の鉄道だったのか。今回は、明治維新による急速な近代化の中で、外国資本に頼らずに日本自らの力で線路を引こうと奮戦した、明治の男たちの話をしていこう。なお、当チャンネルのさらにマニアックな動画をアップしているメンバーシップにつきましては本動画の最後にご紹介をしております。幕末より明治維新にかけて、アメリカやイギリスなどの諸外国は、極東アジアの日本で鉄道権益を確保せんと尽力し、アメリカは崩壊前の徳川幕府から鉄道を敷設する権益を取得していた。そして徳川幕府崩壊後も、アメリカは明治新政府に対し、この権益に関する合意を明治新政府が引き継ぎ、誠実に履行するよう要請していた。頑張って幕府と交渉したのに政変で水の泡になったらアメリカ側の担当者は泣くに泣けないわな。しかし、明治新政府は、このアメリカの要請をあっさり袖にする。どういった理由で拒否したの？自国管轄方針、すなわち日本の鉄道は日本が敷設するという方針を打ち立て、明治新政府は合意の承継を拒否した。この方針の理由としては、新しく誕生した国として交通網を中密化して各地方の活況を統一し、経済圏としての一体性を高めて経済力を伸ばさなければ列強に食われてしまう、という危機感があった。この危機感に基づき、鉄道の敷設や経営を明治新政府自身が遂行するという目的のもと、まずは幹線として東京から京都間、枝線として東京から横浜間、琵琶湖近傍から敦賀、さらに京都から神戸間の鉄道敷設計画を決定した。明治政府の中で鉄道を所管してたのはどの役所なの？民部省と大蔵省の機関として東京の築地に鉄道係が設置され、この鉄道係の主導のもと、鉄道敷設計画にのっとり、まずは東京より横浜間の鉄道敷設が着工と相なり、ついで大阪より神戸間が着工となった。なんで東京から横浜の枝線が最初に着工になったの？その理由は、貿易だ。隆盛していた横浜の貿易をさらに栄えさせ、居留地の外資に交通の便益を提供し、まずは東京と横浜間で早期に鉄道を開通させて政府が範を示すことで、鉄道事業に民間出資を促すという狙いもあった。日本人だけで作れたの？そんなわけがなく、自国管轄方針を打ち出したとはいえ、お雇い外国人の技術力がないとまだ鉄道を敷設する能力を日本は持っていなかった。そのため、イギリスの植民地において炭鉱事業や土木事業で経験を積んできたモレル技師が来日し、工事の監督等を遂行し、モレル技師と共に多くのお雇い外国人が現場工事の指導を行った。この東京から横浜間の鉄道が建設中、政府の鉄道事業は新設された工部省に承継された。日本人も工事には参画してたの？お雇い外国人の指導のもと、多数の日本人が鉄道敷設工事に参画していた。この時、幕末からまだ間もないという時代背景もあり、特に役所関係者らは羽織袴を着用して陣笠をかぶるという江戸時代の代官みたいな格好で作業に当たっていたが、どう見ても鉄道敷設作業のようには今日さない様相だった。この様相を憂い、羽織袴は動作不便な上に機械運転の際に労働災害も起きかねないとして簡略な服装を許可し、官庁への出頭にも簡略な服装で良しとした日本人の上司がいた。誰？鉄道関係の人？日本の鉄道の父と称された長州人、井上勝だ。一般的にすごい有名というわけではないが、日本の鉄道網の整備に尽力した井上勝の功績は計り知れない。私鉄との対立とか部下との衝突とか色々あったが、明治日本の鉄道の立役者として、まずは名前が挙がる日本人だ。井上勝を先頭に鉄道敷設に邁進する工部省だったが、井上勝としても事後的に振り返ると仕事が完全無欠だったわけではなく、特に軌道に関しては後悔があったようだ。
軌道に関する公開ってどういうこと？鉄道を敷設するにあたっては、レールの幅である期間をどうするか決める必要があり、明治政府はイギリスのお雇い外国人の進言を入れて凶器、すなわち 1067mm の軌道を採用した。凶器はイギリスなどの経済先進国というよりも植民地などの経済後進国で採用される傾向にあり、まだよちよち歩きの日本というエリアではコスト等を考慮して凶器の採用が進言された可能性もあるが、井上勝としても、後期を採用するよりも凶器を採用することで、同じ予算でも長い路線を敷設できるのであれば凶器が良いし、山河が多く屈曲の多い土地柄である日本においては凶器が妥当と考え、これの採用を決断した。じゃあいいじゃないか、何を公開することがあるんだね。井上勝はその後の日本の国力伸長と経済発展を見越していなかった節がある。すなわち、日本経済はどんどん工業化が進展し、鉄道による大量輸送の需要は拡大の一途だったところ、凶器では輸送力が不足する事態となってしまった。井上勝は凶器採用の不都合につき批判されると、いやいや伏線にすれば問題ないし、2条の鉄器を3条にすれば対応可能だと抗弁していた。しかし、日露戦争が過ぎた頃になると、井上勝としては、大国ロシアを満州から追い払えるくらいの国力を日本が持つことになると知っていれば、鉄道は最初から凶器にせず、輸送力の高い後期を採用したのにと、残機の念に耐えない旨を吐露している。まあ前例がない中でやるから、難しい側面もあったのだろうと思う。あらゆる決断を迫られる中、明治5年、品川より横浜に至る鉄道が仮開業にこぎつけ、1日に2往復の列車が運行されることとなった。そして、仮開業を経て、明治政府は、京浜間鉄道の正式な開業式を新橋駅と横浜駅で迎えることができた。開業式には明治天皇が新橋駅まで馬車で臨行し、井上勝は鉄道図を献上。明治天皇は政府高官らと共に鉄道に乗車し、横浜まで乗車した。京浜間の鉄道開通により、東京と横浜の旅客の行き来は一挙に盛んとなり、従来から存在した人力車の営業に深刻な影響を与えるまでになった。1日に2往復で足りたの？全然足りなかった。なので、仮開業以降、1日に6往復、8往復とどんどん増便が実行され、正式開業以降は1日9往復、1週間あたりの乗客数は合計2万5000名を超える勢いだった。そして、関東に引き続き、関西圏でも大阪と神戸間での鉄道敷設のため、関西鉄道局が設置され、京浜間鉄道の開業より1年半以上遅れたものの、阪神間鉄道も開業にこぎつけた。しかし、工部省の鉄道の神として采配を振るっていた井上勝だが、徐々に鉄道敷設のペースは落ちてしまい、鉄道網の整備という市場命題が停滞する時期に入る。なんで大事な鉄道網の整備が停滞したの？士族による内乱や西南戦争という大規模内乱が相次ぎ、政府は予算と人員をそちらに集中せざるを得ず、また、海外出兵など積極的な軍事行動も活発となり、主に予算の関係で鉄道敷設に集中することが難しい情勢となっていった。これらの事情に加えて、さらにもう一つ、政府が鉄道敷設に消極的となる事情があった。予算以外に何か事情があったの？海運だ。政府内では、日本国内で整えるべき交通手段として、陸運つまり鉄道を主軸にすべきか、それとも海運つまり海上輸送を主軸にすべきかで意見の対立があった。後年はバチバチの対立関係になる内務卿の大久保利通と大蔵卿の大隈重信もこの点については一致して海運主軸策を支持しており、海運の整備に政府としては力を注いで国内の物流を盛んにし、鉄道は不要不急の事業であるという考えが動きを活発にしつつあった。この影響により、各地域で推進されていた鉄道敷設のために必要な測量事業が軒並み中止に追い込まれるなど、日本における鉄道事業は風前の灯火となったが、しかし、内務卿の大久保利通は殖産興業の観点から、海運と連結する鉄道網の整備の重要性を考慮するに至り、政府として決定した企業公債により調達した金銀の一部を鉄道事業に投下することを決断。
これにより再び鉄道事業が息を吹き返す。大久保利通の指示が追い風になったっていうのは分かったんだけど、企業交際って何？企業交際っていうのは、明治期に日本政府が国民から募集した最初の交際で、内務卿の大久保利通が提案して募集された、結構人気の交際で、募集予定額はほぼ達成され、鉄道以外にも、道路、鉱山、開港などインフラ関係を中心に殖産興業の一助となった交際だ。企業交際と大久保利通の指示により関西での鉄道建築費や関東での鉄道敷設の前提となる測量費に目処が立ち、再び鉄道網の形成が動き始めた。再びお雇い外国人の活躍が目立ったのかな。工部省鉄道局の局長となっていた井上勝は、日本人の技術者による鉄道敷設を一日でも早く実現すべきと考えており、大阪に講義生養成所を設立した。同養成所では、鉄道局に勤務する者の中から数学や英語に堪能なものを選び、製図、力学、土木学、数学、機械学そして鉄道輸送に関する座学等を学ばせた。なお、2期生からは外部からの受験組も加わることとなる。もっとも、講義生養成所は、日本人技術者を供給する別の供給源が成長したことにより、5年でその役割を終えることとなった。別の供給源って？工部大学校だ。工部大学校は先ほど言及したモレル技師が提案して設立された土木、建築、電信、機械、造船等の学科を要する教育機関であり、鉄道敷設関連は主に土木科での教授内容が重要だった。後年、この工部大学校は東京帝大工科大学の前身となる。こうして徐々に、留学から帰国した日本人技術者の手も借りながら、高い報酬を支払う必要のあるお雇い外国人からシフトし、日本人技術者の手による鉄道敷設が可能となっていった。ところでさ、政府が敷設を決定した鉄道の中でも、最重要の幹線たる東京と京都間の鉄道はどうなったの？東京と京都を鉄道でつなげるという目標は一貫していたんだが、そのルートをどうするかで紆余曲折が展開されていた。東京から京都の鉄道ルートだと東海道一択しかなくない？別の選択肢があった。それが、中山道だ。中山道は東京の日本橋から埼玉、群馬、長野、岐阜を経由して草津で東海道に合わさる経路で、山間部の多い道ルートは、鉄道敷設には一見すると困難と思われるルートだった。中山道って、天下分け目の関ヶ原の時に徳川秀忠が真田昌幸の策略にかかって行軍に難渋して合戦に帰参したルートだよね。なんで鉄道建設が難しいルートにあえて鉄道を建設する選択肢が出てくるの？先ほども言及した海運との関係が大きかった。すなわち、東海道沿岸には国内資本や外資による旅客輸送と貨物輸送の船がすでにひしめいており、強いと予想された海運と並行するような形で鉄道を敷設しても対抗できないのではないか、という懸念が指摘されていた。加えて、道路険悪かつ運輸不便の中山道に鉄道を敷いて開拓することで得られる経済的利益は大きく、ここはあえて中山道で行こうという雰囲気が強かった。また、この中山道案を押す強大な勢力も政府内に存在したことで、東京から京都に至る幹線の敷設工事は、まずは中山道ルートが選択された。中山道を押す強大な勢力とは、大日本帝国陸軍だ。特に、陸軍徴兵制創設の功労者にして艦隊の巨海である山形有朋は中山道ルートを推していた。なんで陸軍が東海道じゃなくて中山道の鉄道ルートを望んだの？一説には、国防上の観点、すなわち海岸からの攻撃を想定して鉄道は内陸に敷設して防護してほしいという考えがあったと指摘される。こうして、困難を極める中山道ルートの鉄道敷設工事が着工したが、次第に東海道に鉄道を敷設した方がもろもろ合理的なのではないかという意見が台頭してきて、鉄道局はじめ井上勝は大いに揺らぐこととなる。鉄道省の誕生にすらたどり着かなかったが、今回はここまでとさせていただき、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに、
最近メンバー限定にアップしている動画は、東条英機、総理大臣に指名さる対米開戦編、兵卒の教育に苦悩する陸軍将校たち、大本営情報参謀堀映像、マッカーサーとの対決、陸軍の諜報謀略秘密資金、機密費、電撃陸軍大臣と呼ばれた男、東条英機、商社マンになった大本営参謀、瀬島雄三、大日本帝国海軍、大陸都洋爆撃作戦、戦時下の支配関係、軍部と官僚の攻防、東条英機、派閥構想編、鈴木貫太郎、魚雷の攻防日清戦争編、東条英機、左遷編、軍事参議院、天皇の軍事顧問集団、笑顔の軍人宰相桂太郎、などです。直近の動画は、電撃陸軍大臣と異名されるほどの手腕を見せた東条英機が、対米開戦の是非をめぐる混迷で近衛文麿内閣が総辞職したタイミングで、陸軍を投与できる新たな辣腕として総理大臣に指名され、皇室に対する忠誠心に燃える東条英機が家中の栗を拾い、対米開戦するか否かの難しい舵取りに奔走する姿を解説しております。東条大将と海軍との駆け引きはもはや政治劇だね。他の動画では、大日本帝国陸軍において徴兵制によりあらゆる国民階層の兵卒たちが軍隊に集結し、この兵卒たちは教育レベルがバラバラであるにもかかわらず、どうやって統一的な軍人精神を教え込むのか、皇室に対する忠誠心というややもすれば観念論となる理念をどうやって理解してもらうのか、陸軍将校たちがあらゆる方法を試行錯誤して苦悩しもがく様子を解説しております。兵卒教育はビンタだけじゃなかったんだね。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。